皆さん、こんにちは。藤井です。今日は、ちょっといつもと違うことをしてみようと思います。シャドーイングの練習動画です。私は他の動画でも、シャドーイングが大事っていうお話をしているんですが、あんまりそういう動画ってないなと思ったので、今日はシャドーイングが練習できる動画です。シャドーイングって何っていう人もいると思うので説明します。シャドーイングは聞こえてくる言葉のすぐ後を影、シャドウのように追いかけて発音する練習方法です。これをすることで日本語特有のリズムやイントネーション、そして自然な話し方が身につきます。今日はある日常の短いストーリーを使って練習しましょう。まずは私が文章を一度読みます。その後、ポイントを解説してからシャドーイングに入ります。一文ずつ読むので、後に続いてリピートしてください。それでは始めましょう。昨日仕事に遅刻しちゃったんだよね。朝起きたらもう家出る時間だったのね。アラームセットしといたはずなのに鳴らなかったの。どういうことって感じだよね。それで急いで準備して駅まで走ったのね。で、改札通ろうとしたらスマホがないの。慌てすぎて家に忘れてきちゃってさ、急いで家まで戻ってスマホ取って駅まで走った。結局会社には10分くらい遅刻しちゃった。この間も寝坊して遅刻しそうになったんだよね。本当に自分のことが嫌になるよ。お疲れ様でした。では、ポイントの解説をします。まず、1文目。昨日仕事に遅刻しちゃったんだよね。の、昨日。そのまま読むと、昨日ですよね。でも、日本人は昨日みたいな感じで発音します。めんどくさがりだからね。しちゃったはしてしまったのカジュアルな言い方ですね。次に、アラームセットしといたはずなのにならなかったというところ。セットしておいたじゃなくて、セットしといたと発音します。しておいたも全然間違いではないんですが、カジュアルな会話の場面では、ちょっと丁寧すぎる印象になります。その次の文、どういうことって感じだよね。もかなりカジュアルな喋り方をしています。どういうことじゃなくて、どういうことと発音します。うをちゃんと発音すると、口が忙しいのでね、自然に流れるような感じで言うといいと思います。こんな感じで、うをちゃんと発音しないことは結構あります。この間も寝坊して遅刻しそうになったんだよね。ってところの寝坊も寝坊ではなくて寝坊みたいな感じで発音します。
遅刻しそうのしそうもそうですよね。しそうって発音します。あとね、この間もこないだって発音すると日本人っぽいです。のとあがつながってなみたいになるんですね。はい。では、今のポイントを意識してシャドーイングしてみましょう。2回ずつ読みます。昨日仕事に遅刻しちゃったんだよね。昨日仕事に遅刻しちゃったんだよね。朝起きたらもう家出る時間だったのね。朝起きたらもう家出る時間だったのね。アラームセットしといたはずなのに鳴らなかったの。アラームセットしといたはずなのに鳴らなかったの。どういうことって感じだよね。どういうことって感じだよね。それで、急いで準備して、駅まで走ったのね。それで、急いで準備して、駅まで走ったのね。で、改札通ろうとしたら、スマホがないの。で、改札通ろうとしたら、スマホがないの。慌てすぎて、家に忘れてきちゃってさ、慌てすぎて家に忘れてきちゃってさ、急いで家まで戻って、スマホ取って、駅まで走った。急いで家まで戻って、スマホ取って、駅まで走った。結局、会社には10分ぐらい遅刻しちゃった。結局会社には10分ぐらい遅刻しちゃった。こないだも寝坊して遅刻しそうになったんだよね。こないだも寝坊して遅刻しそうになったんだよね。本当に自分のことが嫌になるよ。本当に自分のことが嫌になるよ。はい。いかがでしたでしょうか？うまくリピートできましたかね？一度でうまくいかなくても全然大丈夫です。何回か挑戦してリズムと発音に慣れてくださいね。シャドーイングは本当に効果のある練習方法なので、続けていればどんどん話せるようになっていきます。ぜひ続けてみてください。
この形式の動画はどうでしたか？もっとこうしてほしいとかあったらコメントで教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップを始めました。もし応援、サポートをしてもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。昨日仕事に遅刻しちゃったんだよね。朝起きたらもう家出る時間だったのね。アラームセットしといたはずなのに鳴らなかったの。どういうことって感じだよね。それで急いで準備して駅まで走ったのね。で、改札通ろうとしたらスマホがないの。慌てすぎて家に忘れてきちゃってさ、急いで家まで戻ってスマホ取って駅まで走った。結局会社には10分くらい遅刻しちゃった。この間も寝坊して遅刻しそうになったんだよね。本当に自分のことが嫌になるよ。